Seaside Mountain Downtown Island Ibiza Cafe。 皆さんこんばんは。 FM ムーブ DJ のヤコミカです。この番組は今話題の音楽情報を中心に FM ムーブ神戸とロサンゼルス DJS レディオ2曲ネットでお届けしてまいります。この後15分間よろしくお付き合いください。はい、始まりましたイビザカフェ。日本の皆さん、ロサンゼルスの皆さん、こんばんは。最近は日が長くなったなぁと感じる今日この頃ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。頬に当たる風はまだまだ冷たいものの、昼間の日差しには春を感じますね。本日は今時世の最根端、こちらの本をご紹介したいと思います。この作品は中国がまだ明の時代と言われていた末期、16世紀から17世紀頃に書かれた古典になります。どういう本かと言いますと、あらゆる悩みやストレスから身を守る極意書になります。日本においては江戸時代に広まり、この現代においても人々の座右の書として知られています。経営の神様松下幸之助さん、元首相の田中角栄さん、そして元巨人軍監督の川上哲治さん、各界のレジェンドたちがこぞって愛読した本としても有名です。本日は分かりやすく5つのテーマに分けてご説明したいと思います。まず1つ目、幸不幸を分けるもの。2つ目、後悔しない時間との付き合い方。3つ目、平凡から生まれる最高の人生。4つ目、本当の幸せとは何か。5つ目、人間関係の3原則。非常に心が軽くなり元気が出る作品ですので、ぜひリラックスしてお付き合いください。この作品の特徴は、儒教、仏教、道教の良いとこ取りをした非常にバランスの整った人生訓になります。では1つ目の幸不幸を分けるもの、それは一体何なんでしょうか。それは私たちの心の持ち方で幸せか幸せじゃないかが決まる。心が乱れた状態で生きていると、自分の目の前に映る全ての人や物が歪んで見えてしまいます。禅の教えでは、この世の全ては自分自身の心の動きによって作り出されていると説きます。心を雑念によって曇らせないように、そうしておかないと自分自身のこともよくわからなくなり、どんどん心が曇り乱れていってしまう。そうならないためにも、暮らしの中にゆとりを持って自分と向き合う時間を大切にすることを勧めています。しかし仕事に追われたりして、そんな暇はないとおっしゃる方も多いかと思います。実は時間についても人間の心次第だと本書には書かれているのです。では2つ目のテーマ、後悔しない時間との付き合い方について見てみましょう。時間というのは、その時間を過ごす人間の気持ちの持ち方、捉え方次第で長くもなり短くもなる。これは場所についても同じだ。心の持ち方一つで広くもなるし狭くもなる。ゆったりとした気持ちを持った人間には、一日がまるで1000年の長さに感じられることもあるだろうし、狭苦しい部屋も天地の広さに感じられることもあるだろう。結局は心次第なのだ。人生の時間はどうあっても巻き戻すことはできない。この世に生まれた以上、楽しく生きたいという願望、そして時間を無駄にすることに対しての恐れ、この2つの感情を同時に持っておくべきである。例えば暇な時はただ漫然と時間を垂れ流すのではなく、その時の過ごし方があなたが本当に忙しくなった時に跳ね返ってきます。次に3つ目のテーマ、平凡から生まれる最高の人生について。人として恥じることのない真っ当な生き方をしたいものだ。しかしそういった態度を貫いていると、ある人は出世の道から外されたり、
また不遇な生活を余儀なくされることもあるだろう。その一方で権力者に媚びへつらいながら狡猾に生きている者が優遇され、得意満面な生活を送ることもあるだろう。だからといって後者の生活を進めることはしない。なぜならそれは一時的なものであって絶対に長続きはしないからだ。だからこそ人間は自分の道を信じまっとうな生き方をすることが大切なのだ。大切なのは自然体で生きること。儒教の教えでは五常といって、仁は人を愛し思いやること、義は人のためや社会のために貢献すること、礼は相手に対して敬意を持って接すること、知は幅広い知識を持って善悪を判断すること、信は嘘をつかず誠実であること。ただこの考え方に偏るのではなく、道教や仏教の思想も取り入れ、自然体であること、あるがままの大切さも同時に説いています。さて第4のテーマ、本当の幸せとは何か。苦しいこと、辛いこと、人生いろいろありますが、結局人はどうやったら幸せになれるのでしょうか。それは何事もなく平穏無事に過ごせることに他ならない。それこそが何よりの成功であり幸せなことである。逆に止めどなく溢れる欲求にとらわれ、何をしても満足できない人生ほど不幸なものはないだろう。釈迦がかつて言ったように、欲望が燃え盛ればこの世は灼熱地獄になる。自分の精神が充実していれば、粗末な布団にくるまっていようが、質素な食事をとろうが、人生は十分に楽しむことができる。常に喜びの気持ちを持って過ごすことで幸福を呼び込む道を作ることができる。ただこのような心の感覚は本質的に表裏一体の関係になっていることに気がつかなければならない。例えば子供が生まれる時、母の体は危険にさらされる。お金持ちになればその財産や命を奪われる可能性もある。要するに満たされた人間にはそれ相応の深刻な悩みや不安、葛藤がある。この世界には幸せも不幸もない。ただ考え方次第でどうにでもなる。さていよいよ最後のテーマ、人間関係の3原則について見てまいりましょう。人と接するときは次の3つのことを心がけるといいだろう。1つ目は人の小さな過ちや失敗をいちいち咎めないこと。そして2つ目は相手の隠しておきたいことをわざわざ暴かないこと。最後3つ目が相手の過去の過ちをいつまでも覚えておかないこと。そうすることで己の人格も高まるし、人から余計なことで恨まれることもないだろう。そして自分が与えた恩恵に対しては一切の見返りを期待しないこと。この世の中にはいろんな考え方の人がいるので、人に対して執着する人やしない人、ただ人と関わり合いながら生きている以上、一つの思考に偏ることなく常に自分の信念を大切にすべきである。儒教の教え、中庸の精神、バランス感覚が大切だということですね。真面目すぎたり神経を使いすぎたり何かに偏るのは中庸ではないということです。だからといって万人から好かれようと神経をすり減らしすぎるのも NG なわけです。自分を貫くべきところは貫いていいわけで、そこで何かトラブルがあったとしてもまあしょうがない、どうにかなるさと、それぐらいの心の余裕を持ちましょうということですね。はい、ここで全てのテーマの紹介が終わりましたが、いかがでしたでしょうか。一つ二つこれはという気づきを見つけていただけたのであればとても嬉しいです。実際の最根端は一口サイズの短い人生訓が357条ずらっと並んでいる作品になります。ですので今の自分の境遇、心の状態に合わせて好きな言葉を引っ張り出し、自分の好きなように自由に付き合えるのも本書の大きな魅力となっています。
私には私の、あなたにはあなたの最根端があるということです。ぜひ実際に手に取っていただき、本書に書かれている一文一文を静かな場所でじっくり読んでみてください。一度きりの人生を豊かに彩る、あなただけの最根端がきっと見つかるはずです。近年自己啓発本もたくさん出版されていますが、こんな中国の昔の明の時代に現代でも通用する人生を豊かにする教訓があったとは本当に驚きですよね。最近はイベントがほぼございませんので、読書をする時間が増えて皆様にもご紹介しておりますが、また DJ イベントが復活した暁には音楽やイベント情報も発信したいと思います。ではまだまだコロナ禍の中、皆様も健やかにお過ごしくださいね。また来週の作品もお楽しみに。今日のミカミックスはハリウッド映画さゆりからさゆりサウンドトラックミックスでお送りいたします。重低音が効いておりますので、できたらヘッドホンで聞いてね。FM ムーブ神戸とロサンゼルス DJS レディオ2曲ネットでお届けしてまいりましたイビザカフェ。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組に対するご意見やメッセージはファックスと E メールで24時間受け付けております。ファックス番号は 078-334-2761、 メールアドレスは神戸@fm-move.com、 ムーブの綴りは MOOV ですので、お間違いのないようにお願いいたします。あるいは FM ムーブ神戸のウェブサイトからリクエストフォームをご利用ください。では皆さん、素敵な夜をお過ごしください。また来週この時間にお耳にかかりましょう。イビザカフェ、お相手はヤコミカでした。Have a good night!